1、10、100、1000、万、億、兆、京、の上は外、女、上、公、関、西、西、国、豪華者、阿葬儀、名ゆた、不可思議。無量大数。それだけ知ってるのか。なぜかね。もっと大きいのってある？人工記にあるのは無量大数までだぜ。人工記？江戸時代のそろばんのマニュアル。そんなのがよく残ってるね。あれ、無量と大数に分かれてない？元の本で無量と大数の間にできた傷が大きくなって、この版の編集者には別の数に見えてしまったらしい。なるほど。この本にないもっと大きい数ってある？名前が漢字のものなら、不可説点が最大だろう。何これ？華厳経に書かれた一番大きな数だぜ。華厳経？仏教の経典。お経か。って、なんでお経に巨大な数が出てくるの？数が登場する部分を読んでみよう。読めない。チャット GPT に訳させてみたぜ。世尊、阿葬儀とは、不可説に至るまでどのようなものでしょうか？良きかな善男子よ。あなたは今、世間の人々を、仏が知る数や量の意味に入らせるために、如来、王、小等学に質問しました。善男子よ、よく聞きなさい、よく考えなさい。あなたのためにお話ししましょう。ここで補足。一落者は10万だぜ。いいよ。善男子よ、一百落者は一区定。一区定区定は一あゆた。あゆたは一なゆた。なゆたってさっきもあったような。別の体系だぜ。なゆたは一品原。品原は一金柄。無量大数を超えた。ちなみに、Google も超えたぜ。Google？ 無関係ではないらしい。金柄は一あから。あからは一最小。最小は一まばら。まばらは一あばら。あばらは一たばら。たばらは一回分。回分は一ふま。ふまは一ねま。ねまは一あばけん。あばけんは一みかば。みかばは一びらか。びらかは一びかば。びかばは一そうがらま。不可量点は一不可説。不可説は一不可説点。不可説点は一不可説。このまた不可説は一不可説点。ああ、起きてたよ。で、不可説点はいくつ？ 10の 7×2 の122乗。イメージしづらいけど、Google が誇りに見えるくらい？直感的にイメージするのは、Google の時点で無理だろう。宇宙に存在する原子の数が10の80乗くらいだぜ。宇宙って案外狭い？今回の文脈ではそうかもしれない。それで、これが名前付きの一番大きい数？華厳経が書かれた4世紀頃の時点ではほぼ確実にな。今は上がいるのか。とりあえず Google プレックスというものがあり、10の Google 上。不可説点、勝負にはなってそうだけど負けてるね。で、とりあえずって言った？ 1980年のギネスブックに、数学の証明でそれまでに使われた最大の数として、グラハム数というのが載っている。Google プレックスより大きい？そういうレベルではない。どういうこと？この部屋じゃやりづらいから移ろう。もしかしてここまで全部前座だったの？まあな。人工記や華厳経を見た以上、グラハム数が使われた文脈も軽く見ておく。何これ？ N 次元超立方体。ひえー。まあ N が3の時はただの立方体だぜ。各頂点ペアを結び、2の N 乗個の頂点を持つ完全グラフを作り、各辺を赤か青で塗る。この時、同一平面上の4つの頂点であって、それらを結ぶ6本の辺が全て同じ色であるようなものは、辺をどのように塗っても必ず存在するだろうか。難しそう。N が3の時は、こう塗るとそういう4頂点が存在しなくなり、答えはノー。これを4次元以上でやるの？ああ、答えがイエスになるような最小の N は何か、という問題は、2024年現在未解決。そこまで難しかったのか。解の上解は見つかっていて、そのうちの一つがグラハム数だぜ。とにかくグラハム数次元ならイエスってことだね。じゃあ、グラハム数自体の話に移るか。レベル0から始めて、高レベルな演算を定義していく。レベル0は、数えるだけ。正確には、与えられた整数に対して次の整数を返すだけ。随分簡単なとこから始めたね。すぐ膨れ上がるから安心しろ。レベル1は、足し算。あるいはプラス1の連打。足す3は、次の数ってことだね。レベル2は、掛け算。足し算の連打。レベル3は、類乗。掛け算の連打。ってこの上は何？類乗の別表記。そんなのいる？次のレベルですぐわかるぜ。レベル4、テトレーション。ああ、記号のネタが尽きたから矢印を並べるのか。まあそうだな。これは類乗の連打っていうかタワーだね。わかっていると思うが、類乗タワーは右上の方から計算する。これに限らずレベル3以降の演算子は全て右結合だぜ。オーケー。それで、3上3って結構大きくない？ 7 兆ちょっとで、ここから爆発開始ってとこだな。3上4は？ 3の7兆ちょっと上、4兆桁近くの値になる。
Google は101桁だから、それより断然大きいね。Google プレックスよりは小さいけどな。3上5は Google プレックスより大きい？ Google プレックスが10の100乗プラス1桁なのに対し、この白物の桁数は4兆桁近くある。勝負になってない。次の段階に進もう。レベル5、ペンテーション。上の連打。だよね。このレベルまで来ると、全化式の方が具体例よりわかりやすいかもな。もう具体例見せられても大きすぎるしね。3上2の時点で7兆あるし。で、3上3。これってさ、かなりやばい気がするけど、合ってる？合ってる。お察しの通り、高さ7兆ちょっとの累乗タワーだぜ。すべての巨大数が過去になった。一番上の4段だけで Google を超え、一番上の5段だけで Google プレックスを超える。で、まだあと7兆段以上あるね。リンゴがこの個数ある光景を想像できるという人がいたら、カウンセリングを受けることを勧める。宇宙にリンゴは1Google 個もないはずだしね。さて、今のが3上3で、3上4は、3上今の、高さ3上3の累乗タワー、としか表現しようがないな。理解ってことの限界を感じる。この数自体を理解できる人は多分いなくて、理解可能なのはこの数を生成する手続きだけだろう。3上5は、高さ3上4のタワーで、まあそれで満足するしかなさそう。一般の N に対する3上上 N を図してみる。長さ N の累乗タワーチェーンってとこかな。さて、もう一段階。もうやだ。レベル6、ヘキセーション。上の連打。これまで通り、3上には3上3。最初にかなりやばくなったやつだね。3上3で、また全てが過去になる。もう考えたくない。そろそろ図しても仕方ないかもしれないが、しておく。長さ3上2の累乗タワーチェーンか。それ以外にこの数を表現する方法はあまりないだろう。それで、この長さの累乗タワーチェーンが3上4だね。かなり苦しいが、一般の N に対する3上 N を図してみる。長さ N の累乗タワーチェーンってとこかな。3上 N の図示は断る。しなくていいよ。さて、ようやくグラハム数を説明できるぜ。そういえばグラハム数の話だったね。グラハム数は G64 という値だが、まずは G1 から。これは大したことなくて、3上3。大したことあるでしょ。本番はここからだぜ。この G1 を使って G2 を定義する。やばそう。これまでに何度か全てが過去になったが、今回は、全てが過去になる、が過去になる。よくわかんないよ。まあ、そろそろ開けるか。オープン。これは、矢印が3上3本。意識を失ったようなので、あとは私一人でやるぜ。これ以降は、3と3の間に矢印を G2 本入れたものが G3、G3 本入れたものが G4、と続き、G63 本挟んだものが G64、すなわちグラハム数。この値について、これ以上は不可説だろう。よかったらチャンネル登録してほしいぜ。ご視聴ありがとうございました。